周りの情報とか排除して、それだけに意識を向けられるようにするための能力ですね。なんで注意力と集中力っていうのは、切っても切り離せない関係ですね。上げる、保つ、下げないっていうのが、能力を引き出すというか、発揮するためには必要な3要素だと思うんですけど。で、それを踏まえた上で、大きく、8つあります。集中力を上げる仕組みですね。気が散って全然集中力が上がんねえ。集中力上げる方法ねえかな。どうも、くー先生です。よろしくお願いします。本日のテーマは、集中力を高める仕組みについてですね。はい、このチャンネルでは脳科学や心理学、マインド改善法を通して、自己実現に必要な、知識やノウハウをシェアしていきたいと思っております。脳を鍛えて、メンタルを安定させて、思考を整えたら最強になれるっていうコンセプトでやっております。よかったらチャンネル登録お願いします。今回のテーマは集中力ですね。勉強とか仕事とか、何かの作業に取り組もうと思った時に、必ず出てくる能力ですね。人間の知性を司る、代表的な機能の一つとも言えるんじゃないでしょうか。なぜこの動画を撮ろうかと思ったかといえばですね、このチャンネルのコンセプトは自己実現。自己実現は何かと言ったら、自分らしさを理解して、その上で自分が持ってる最大限の能力を、常に発揮できる状態になることが、自己実現なんですけど、そこには、脳を鍛えるっていうのが欠かせないのかなっていうことで、その中の代表的な機能の一つですね。昨今のビジネス界隈というか、ビジネス界隈だけじゃないか、仕事系の本、ハウトゥー系ですね。ハウツーっていうのかな、どっちでもいいか。必ずと言っていいほど出てくる、ビッグテーマですね。仕事とか、勉強とか、何かの作業、知能労働をするときに、使う能力ですね。その中の代表的な、トップオブトップみたいな、戦隊もので言ったら赤レンジャーみたいな感じですよね。本当にど真ん中にいるような、センターにいるような能力。なんで、まずは集中力について解説していこうかなって感じですね。はい、このチャンネルに向いてる人は、脳を効率よく鍛えたい人、勉強や、仕事、何かの知能労働への、効率ですね。成果を上げたい人、あとは、シンプルに集中力を上げる仕組みを知りたい人、あとはスポーツとか極限の集中、一点に集中しなきゃいけないっていう状態の時に、集中力を保つというか、上げる、保つ、下げないっていうのが、能力を引き出すというか、発揮するためには必要な3要素だと思うんですけど、その維持する、下げないっていうのも、集中力を上げる仕組みを知ることで身につけられるんじゃないかなって感じですね。はい。今回話す内容ですね。集中力とはつまり何ってことと、集中力が上がる仕組みですね。ざっくり説明していこうかなって感じですね。集中力が下がる仕組みとか、具体的なテクニック、細かいテクニックとかはまた別の機会に、改めてやっていこうかなって感じですね。なんでもしよかったら、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、それでは行きましょう。1個目ですね。集中力とはつまり何概要ですね。集中力のイメージというか、何か一つ特定の対象に意識を向き続けるってことですよね。で、他のものが目に入らない。そういう状態が集中力ですね。注意力と何が違うのかって言われたら、注意力は集中力のプロセスの一つであって、対象を選ぶ、選択するみたいな。ゲームでいうカーソルを選ぶみたいな感じ。選択肢 A、選択肢 B、選択肢 C ってあって、ピッピッピみたいな。A を見る、B を見る、C を見るみたいな。この例えで合ってるかな。対象を切り替えるみたいな感じですね。それが注意を向けるってことで、その注意力、特定のものに意識を向けるための能力ですね。集中力はその延長線上にあるというか、注意を向けてその注意が続くように周りの雑念とか周りの情報を排除してみたいな、そこの対象に注意を向け続けられるようにする能力っていうのが集中力ですね。まとめると、自分に意識的に選んだ対象に注意を向け続けるために、周りの情報とか排除して、それだけに意識を向けられるようにするための能力ですね。で、その注意がすぐブレたら意味ないじゃないですか。注意を向けて、でもすぐに注意が切り替わったら、それを果たして集中と言えるのかっていう感じで、注意がコロコロ変わんないように、その固定し続けるための、その維持する、注意力を維持する能力。今話したこの2点が、集中力の概要ですね。
要は一つのものに注意を向け続けるためのエネルギーって感じですよね。注意力を維持するための、力ですね。が集中力っていう感じですね。なんで注意力と集中力っていうのは、切っても切り離せない関係ですね。はい、ここで、集中力が、つまりどういうことが、ざっくり、イメージがついたところで、集中力が上がる仕組みですね。集中力を上げるってことは、この注意を固定し続ける、注意を続ける持続時間と、あとはたくさんある注意を引くものから、その一個だけを選び取るみたいな、他のところに目を向けずに、一個だけに目を向けるためのエネルギーというかね、その2点なのかなって感じですね。集中力を高めるってことは。で、集中力を高めるポイントですね。仕組みポイントは、大きいカテゴリーの中では、脳の仕組み、あとは環境ですね。あとは、集中力を高める習慣と、あとはトレーニングですね。集中力なんで、脳の機能なんで、鍛えれば鍛えるほど上がるし、何もしなければ、衰えていく一方だし、って感じですね。で、それを踏まえた上で、大きく、8つあります。集中力を上げる仕組みですね。はい、まず1個目ですね。これが一番大事と言ってもいいかもしれないですね。核になるような集中力を上げる根本的なものですね。前頭葉の活性化ですね。前の動画、音読の効果みたいなので、音読をすることで、脳を全体的に鍛えて、特に知性を司る前頭葉が鍛えられるよみたいなので、前頭葉については話してるんですけど、もしよかったら、説明欄にその音読の効果みたいなね、最強の脳トレ音読の効果とコツっていうのがあるので、それも見ていただければなと思います。前頭葉っていうのは、人間の知性を司るものですね。代表的な脳の機能ですね。人が言葉を操ったり、文字を理解して伝達したり、人に話して伝えたりとか、記憶、その情報を記憶して、応用して、その知識を組み合わせて新しいアイデアを生み出したり、文明を築き上げたりとかですね。あとは競技とか、スポーツですね。あと文化とか、他の動物がやらないような、知的財産って表現される思考が発達したことによって生まれた行動ですね。それを可能にしているのが、この前頭葉が発達しているおかげですね。よく脳の司令塔とかって表現されますね。その中でも、先ほど話した注意力ですね。それに関連する集中力とか、あとは判断力、思考力、あとは言表現とか、あとは計画を立てたり、何かを予想したり、アイデアを組み合わせたりとか、そういう、思考のプロセスですね。そういう思考をするところですね。ざっくり言ったら。当然、ここの機能が活発になることで、注意のコントロール能力も上がり、それに伴って、集中力も上がるって感じですね。対象に注意を向けるための集中力ですね。が特に上がるって感じですね。で、何かね、集中するって時のプロセスは、トップダウン制御っていうのが行われてるんですけど、今言った、注意のコントロールをする役割のある、前頭葉が活性化して、その目標に対する関連する情報を、の注意を向ける。そして、集中力の機能の一つである、無関係な情報とか、刺激とかを排除するっていう、この3段階ですね。が起きて、集中っていうのが、維持されますね。要するに、注意を向けたい対象以外目に入らないように、制御するって感じですね。注意をコントロールするのが、前頭前野の機能ですね。そしてその維持された、選択的注意が、集中力。最初に話したやつですね。になるって感じですね。で、その選択的注意。他の刺激、それしか目に入ってない状態ってのが、最たるものが、よくある、時間の感覚を忘れるですね。気づいたらもうこんな時間になってたみたいなね。ひたすらそれだけに没頭するみたいな。こういうのをフロー状態って言いますね。アーティストとか、そうですね。芸術家とか、あとはアスリートですね。スポーツ関係の人とか。で、よく出てくる単語なのかな。フロー状態っていうのは。もうそれ以外見えないみたいな。ボールしか見えないみたいな。ゴールしか見えないみたいなね。サッカーとかだったら、周りの雑念、音すらも消えてみたいな。そんな究極な状態があったりね。ちょっと話脱線しましたが。フロー状態は分かりやすい集中力の機能を表す代表的な状態なのかなって感じですね。で、集中力が上がる仕組み、その2ですね。神経伝達物質の活性化ですね。
神経伝達とは何かと言われたら、読んで字のごとくですね。神経を伝達する物質ですね。脳にある神経細胞同士が、情報をやり取りする時に、出てくる、化学物質ですね。その神経伝達物質の、出てくる種類によって、伝え合う情報の種類が変わるというか、神経伝達物質についても、また詳しく動画で解説していくつもりなんで、ここではざっくりとしか言わないんですけどね。イメージとしては、信号みたいな感じですよね。この物質が出たらこういう反応をするみたいな。この物質のやり取りだったらこういう反応になるみたいなね。スイッチみたいな感じなのかな。どうなんだろう。キーボードで言ったら、あっていうボタン、A のボタンを押したら、あって入力されるじゃないですか。そんな感じかな。イメージとしてはそんなイメージですね。A のボタンを押したら A が出力されるし、B のボタンを押したら B が出力されるし、みたいなね。で、その脳から神経同士に伝える情報、そういう、反応を出すための。で、また難しくなっちゃうよな。そんな感じですね。神経同士で、情報をやり取りしてて、その時に出てくる物質ですね。その物質の種類によって反応が変わるから、それによって、出てくる神経伝達物質によって、活性化する機能が、脳の部位が変わってきたりもしますしね。で、その神経伝達物質なんですけど、集中力に関わる神経伝達物質ですね。主に3つあると言われています。1個目が、よく聞くやつがドーパミンですね。これも戦隊もので言ったら赤レンジャーみたいな感じですね。神経伝達物質界の。こういうの例えしか出てこない。音楽で言ったらソニーとかエイベックス。車で言ったらホンダとかトヨタとか、そんな感じですね。銀行で言ったら三菱とかね、楽天とかね、そんなイメージですね。で、次に、ドーパミンと、あとノルアドレナリン、あとはベータエンドルフィンですね。この3つですね。が主に集中力に関わっていると言われております。ドーパミンを簡単に言ったら、行動を促すホルモンというか、報酬系って言われるとこですね。快感とか、達成感とか、そういうのですね。感じてる時に出てるのが、ほとんどドーパミンですね。気持ちいいとか嬉しいとかそんな時の感じですね。あとワクワク感とかもドーパミンですね。何か旅行を計画してて、昔から行きたいところで、明日ついに行けるぞみたいな、ワクワクするみたいな、その時に出てくるのもドーパミンですね。あとは何かすごいめんどくさい作業とか、大事な作業とか、何か達成した時の達成感とかもね、ドーパミンですよね。やる気ホルモンとか言われてますよね、ドーパミンは。そのドーパミンが出ることで、気分が良くなるっていうのもあるんですけど、集中力を上げる仕組みとしては、前頭葉とか、あとは扁桃体ですね。扁桃体っていうのは、危険信号を送る。ざっくり言ったら、不安とか恐怖とか発生させることで、脅威から逃げなきゃみたいな、すぐ反応するための、そういう危険信号を出すようなとこなんですけどね。ドーパミンが、出ると、そこの前頭葉と、扁桃体に送られて、ワーキングメモリーというところですね。強化されて、集中力が上がるですね。ワーキングメモリーってのは、一時記憶ですね。もう専門用語が多くなっちゃいますね。それは置いといて。ワーキングメモリーってのは、何かの作業をするときに、必要な情報を置いておくというか、維持しておく機能ですね。ゲームかなんかで例えたら、スロットみたいな感じですよね。アイテムボックスでもないんですけど、その場で使うアイテム、1個だけ使えたり、2個だけ使えたり、そのスロットが多ければ、いろんな武器が同時に使えたりするじゃないですか。そのスロットっていうところが、ワーキングメモリーってイメージですね。もちろんワーキングメモリーが働けば働くほど、いろんな作業を同時にできたりとかですね。何かの作業をするってなったら、記憶の保持っていうのは欠かせなくて、覚えてなかったらできないというか、記憶の連続で動作はできるというか、ここら辺もややこしくなっちゃうんですけど、例えば何か物を切るとき、包丁の使い方と、あとはその魚を持ってる手みたいな、一個ずつ動作忘れてたらできないじゃないですか。包丁持ってんの忘れてたら、包丁切れないし、魚を見てるのを忘れてたら、包丁何のために持ってるんだっけみたいになっちゃうし。魚が目の前にいますってのを覚えてて、包丁を持ってます。で、包丁の使い方という情報を持ってます。で、切り方っていう情報を持ってます。で、切れるじゃないですか。一個ずつしかなかったら、包丁を持ってますしかできない。じゃあ、魚を切るのはみたいな。覚えてない。逆に魚を切る技術は覚えてる。
けど、包丁を持ってることを忘れたらなんだろう、ややこしいけど、なんかもうできないじゃないですか。まあ、その記憶、何かをするためには、動作の連続なんですけど、一個一個の動作の記憶を保持して作業するみたいなのに必要なのが、まあ、一時記憶で、その一時記憶の能力がワーキングメモリーですね。この例えで伝わるかな、まあ、伝わってほしいですね。まあ、そんなイメージですね。まあ、そこが強化されるよって話ですね、ドーパミンは。まあ、ゲームの例え分かりやすいかな。まあ、ゲームやってない人も見てるかもしれないんですけど、一度に使える武器が増えるっていうイメージですね。まあ、スロットが増える、武器スロットが増えるみたいなイメージ。まあ、これで伝わってほしい。まあまあまあ。いやー、脳科学は面白いね。まあ、次いきますね。まあ、ノルアドレナリンですね。まあ、ノルアドレナリンはどういうとこに出るかといったら、まあ、緊急事態の時ですね。これを知らなきゃ命が危ないみたいな。もともとはそういう時に出る伝達物質だったのかな。まあ、危険が迫った時に一気に脳を覚醒させ、全力で逃げるか、まあ、全力で戦うための、まあ、目が冴えた状態にするのが、まあ、ノルアドレナリンですね。まあ、脳覚醒ホルモンとも言われてますね。まあ、覚醒ってのは起こす方の覚醒ですね。危ない方じゃないですよ。適度なプレッシャーとか緊張感ですね。あの時の感覚、まあ、スポーツをよくやってる人とかは、まあ、感じやすい感覚なのかな、ノルアドレナリンっていうのは。集中していこうみたいなね。なんか、あの時の緊張感ですね。絶対外せない場面とかね。あのドキドキ感というか。まあ、緊張感ですね。まあ、が高まってる時に出てるホルモンですね。まあ、ざっくり言ったら。まあ、これが出ることによって、外部の刺激に、まあ、注意を向ける能力が高まるというか、まあ、最初ら辺に説明した、なんか、まあ、数ある刺激の中から、一個の対象に注意を向けるっていうのが集中力なんですけど、まあ、その、なんだろう、この注意を向けやすくなるっていうのが、まあ、ノルアドレナリンですね。まあ、重要な情報に気づきやすくなるっていうのが、まあ、効果としてありますね。で、まあ、3つ目のベータエンドルフィンですね。まあ、ちょっと2つの説明長くなっちゃったんで、まあ、ざっくり言ったら、まあ、ドーパミンの働きを助ける、まあ、神経伝達物質ですね。まあ、ドーパミンが、まあ、集中力、注意力の維持に欠かせないワーキングメモリーを強化するんですけど、さらにその強化するドーパミンを強化するって感じですね。二重に強化していくみたいな。焚き火にガソリンを入れるようなイメージですかね。ガソリンがベータエンドルフィン。で、焚き火の燃えてる炎がドーパミンみたいな。そんなイメージかな。で、まあ、この3つの物質がバランスよく保たれることで、まあ、集中力が維持しやすいと言われてますね。まあ、頭が冴えた状態でやる気も高まってて、あとはまあ、脳の処理ペースも広がってて、さらにそれにブーストがかかってる状態だったら、まあ、それは集中力高まるよねって感じですね。はい、まあ、次々行きましょう。まあ、3つ目ですね。8個あるのにまだ3つ目だよ。やば。集中しないとね。これこそ。で、3つ目ですね。まあ、脳のネットワークの切り替えですね。まあ、人間の脳には主に3つの大きな情報処理ネットワークがあると言われていますね。まあ、要は、まあ、脳の状態ですね。まあ、3段階あるよって感じですね。まあ、1個目がデフォルトモードネットワーク。2個目がセントラルエグゼクティブネットワーク。で、3つ目がサリエンスネットワークですね。まあ、この3つですね。まあ、この3つの情報処理ネットワークが、まあ、うまく切り替わることで、まあ、必要な時に集中できるようになるっていう機能ですね。で、1個目のデフォルトモードネットワークっていうのが、まあ、一言で言ったら、ぼーっとしてる時の脳の状態ですね。まあ、脳が休んでる時の状態ですね。まあ、この間に、まあ、情報整理を行ったりとかしてるらしいんですけど、何も使ってない時に、まあ、無意識か、潜在意識と潜在意識と無意識ってあるんですけど、その無意識が優位になってる時のまあ、ネットワークと言われてますね。この状態があるから、まあ、外から受けた、まあ、知識を組み合わせて新しいアイデアが生まれたり、あとは記憶の整理が行われたりしますね。で、二つ目、まあ、これが集中力に関わる、まあ、脳のネットワークの状態なんですけど、まあ、セントラルエグゼクティブネットワークですね。ちょっと言いづらい。でもなんかかっこいい。まあ、何かに意識を向けてる時の脳の状態ですね。何か作業してたりとか、まあ、ゲームだったらなんかその動いてる対象を見たりとかですね。勉強とか読書とかもそうですし、まあ、何かの、まあ、情報処理というか、まあ、アクティブに、まあ、外界の刺激を処理している時になってる脳のモードですね。これがまあ、いわゆる集中力が発揮している時の脳の状態ですね。で、3つ目がサリエンスネットワークですね。まあ、サリエンスネットワークは、まあ、この、まあ、デフォルトモードネットワークと、セントラルエグゼクティブネットワークですね。もの切り替えを行う、まあ、ネットワークですね。まあ、その中間地点にある感じですね。まあ、このサリエンスがあることで、まあ、より重要な情報に目を向けやすくなるって感じですね。
外界の刺激って、意識を向けたらなんか膨大な量というか、情報だらけなんですけど、その中で、重要なものを選ぶためには、選ばないっていうのも大事で、意識しないっていうのも大事だし、でも何かに注意を向けるっていうのも、生きていく上には大事なことなんですけど、そのバランスを取るのがサリエンスですね。いろんなものに注意を向け続けてても疲れるし、向けなさすぎても危ないしって感じですね。強敵に気づかなかったりね。とっさに切り替わるようにですね、中間みたいなのが、機能が備わったって感じですよね。もうずっとぼーっとしてて、外敵が来てから、やばい逃げなきゃってなったら遅いんで、外敵が来た瞬間にパッと切り替わって、やばいやつがいる、すぐ逃げろみたいな。ね、このスムーズに行く必要があるわけで、そのために必要なのがサリエンスですね。あとは常になんかエネルギーを使い続けてたら、いざという時エネルギーなかったら危ないじゃないですか。そのいざという時のために注意を向けてない状態も必要で、より重要な時に注意を向けられるようにするために、この3つの切り替え、ネットワークの切り替えがあるって感じですね。で、4つ目ですね。集中力が上がる仕組み。今のと関連するんですけど、不要な情報のフィルタリングですね。外界の刺激はもう膨大な量の情報で溢れてるんですけど、それを全部いちいち処理してたら、脳が疲弊しまくっちゃうっていうかね。大事な時に大事なエネルギーが使えない。さっきみたいなね、のがあるので、不要な情報を排除するみたいなね、意識の外に出すみたいな、機能がありますね。具体的に言ったら、感覚ゲートっていうのが脳に備わってて、脳の標準機能として備わってて、感覚ゲートっていうのは、この感覚を受け入れる、この感覚を受け入れないって感じですね。刺激を、選んでるって感じですね。視覚、聴覚、五感からですね、得られる刺激、ちっちゃい刺激とか、どうでもいい刺激っていうのは、脳に伝達される前に遮断されるんですけど、その時の遮断してるのが、感覚ゲートですね。赤色って言われて、初めて赤い色があることに気づくみたいなね。視界の中には赤い色っていうのは入ってるんだけど、赤っていう単語を意識するまでは、その赤色があるっていうことすら、どうでもいいというか覚えてないみたいなね。そういうのは、感覚ゲートで、弾いてるからですよね。あとは音とかね。集中して何かに取り組んでる時は周りの音聞こえないんだけど、ふと我に変わった時になんか周りがざわざわしてたみたいなね。気づくとかね。そういうのも感覚ゲートですね。不要な情報に目を向けない、大事なものにだけ注意を向け続けるというのは、集中力の正体なんですけど、何度も言ってるんですけどね。そのための、フィルタリング機能が、集中力を、維持する、集中力の機能を高める仕組みの一つですね。で、5つ目ですね。で、脳には、情報処理のネットワークがあるって言ったんですけど、それとは、また別に、注意を向けるときのネットワークっていうのもあって、これも主に3つあると言われてますね。厳密に言えばもっといっぱいあるんだけど、それを集約してるのが3つですね。さっきのも3つだったんですけど、3っていう数字がバランスを取るのにいいのかもしれないですね。まず、話は置いといて、で、その中の注意を向けるためのネットワークを大きく分けた3つがありまして、1個目が警戒ネットワークですね。で、2個目が方向づけネットワークで、3つ目が実行ネットワークですね。この3つですね。1個目の警戒ネットワークっていうのは、読んで字のごとく、周囲の環境の変化とか、危険が迫ってないかですね、にいち早く気づくためのネットワークですね。突然起こった出来事に対して警戒を維持する時のネットワークですね。なんか、ピーッと緊張感が走った時、なんかすぐ緩まないじゃないですか。しばらく緊張状態が続いて、安全だと分かった時に、大丈夫か、みたいな、安堵するみたいなね。この警戒ネットワークっていうのは、今、重要なことが起こってないかっていう、見張り役として機能してますね。本当に重要な情報に注意を向けるためのネットワークですね。で、2個目の方向づけネットワークですね。これはどこに注意を向けるかっていう切り替えを行う役割がありますね。集中や注意の柔軟性、バランスを取るネットワークですね。注意の切り替えの時に、さっき言ったサリエンスネットワークみたいな感じですよね。切り替えを行う時に出てくるネットワークですね。予期しての突発的な重要な情報、重要な刺激、草むらから物音が聞こえたり、急に周りが暗くなったりとか、大きい音がしたりとかね。危険な生物が急に脇から寄って出てきたり、蛇が出てきたりとかね。そういうなんか突然現れた命に関わるような、重要な情報にすぐさま、注意を向けるためのネットワークですね。で、3つ目が、実行ネットワークですね。これが前頭葉にある機能と言われてるんですけど、
集中して課題に取り組んだり、あとは意思決定を行ったりですね。これをするんだみたいなね。あとは問題解決するときとか、人間の知能労働を行うときの、工事の認知活動っていうんですかね。思考したり、その情報を組み立てたりとかですね。あとは問題解決もそうか、分析して原因を特定して、その解決策を見出したりとかですね。あとは行動の制御とか、そういうのを行っているネットワークですね。で、集中力が上がる仕組みの6個目ですね。ルーティーンですね。日常的に繰り返すってことですね。何かに集中する、注意を向けるときに、ルーティーンが定まっていることで、脳がその注意を向ける、実行ネットワークとか、セントラルエグゼクティブネットワークですね。2つは一緒なのかな。大体同じ。ルーティーンが、なんで集中力を上げるかといったら、この実行機能、選択して注意を向けてる、集中力ですね。発揮してる時のネットワークの状態にスムーズに行きやすくなるため、自然に向きやすくなるため、トリガーになるような動作ですね。一連の動作を繰り返すことで、条件反射でもないんですけど、脳がスムーズにその集中モードに切り替わる。同じ動作を継続するですね。時間を置いて、毎日毎日、同じ動作を繰り返してれば、そのルーティン動作が、やればやるほど、集中しやすくなるって感じですね。7つ目ですね。集中力を上げる仕組み。体を動かす。あとは酸素を取り入れるですね。身体的なアプローチですね。要は、脳の血流アップですね。血の巡りが良くなることで、脳に酸素とかエネルギーが行きやすくなって、脳が活性化しやすくなるって感じですね。脳が活性化する、前頭葉が活性化する、ワーキングメモリーとか、注意を向ける、注意のコントロール能力も上がる。で、集中力も上がるっていうイメージですね。脳を鍛えれば、集中力は上がるんで、脳の血流が良くなることで、必然的に集中力も上がっていくって感じですね。で、集中力を上げる仕組みの8つ目ですね。これはトレーニングですね。脳のトレーニング。集中力は、上げることができて、生まれた時から死ぬまで一定ってわけじゃなくて、前頭葉が鍛えられることで、注意のコントロールとか、さっき言ったいろんなネットワークですね。集中力を発揮するための脳のネットワーク。その切り替えがスムーズになるのは、脳を鍛えれば、できるわけで、そのトレーニングですね。集中力を高めるトレーニングは主に大きく分けて2つですね。1個目は、有名な、手法ですね。マインドフルネス瞑想ですね。出たーって感じですよね。脳を鍛えるって言ったらこれが真っ先に出てくるかな。この間説明したブレインダンプとか、音読もそうなんですけど、このマインドフルネス瞑想についてはまた後日、解説していこうかなって感じなんですけど、ざっくり言ったら、マインドフルネス瞑想ってのは、注意力のトレーニングですよね。マインドフルネス瞑想ってのは、一つの感覚に注意を向け続けるっていうトレーニングなんですけど、無意識がそれたらまた戻す。この戻すって動作の時に、その脳機能というか、が鍛えられる。なんで、マインドフルネス瞑想イコール、注意力のトレーニングですね。注意力を戻すってことは、やっぱり集中力を高めるってことになるのでね。集中力を高めるトレーニングの代表的なのが、マインドフルネス瞑想ですね。で、二つ目が、ワーキングメモリーですね。を鍛える。認知トレーニングですね。有名なのがデュアル N バックっていう N バック課題みたいなね、のもあるんですけど、詳しくはURL 貼っとくんでそれを見ててくださいって感じですね。わかりやすく言ったらなんか2個前の情報を答えるみたいな、2個前とか3個前の情報を答えるみたいな感じですね。なんか連続していろんな絵が出てくるんですけど、その4番目の絵が出てきた時に、その4個前の絵は何だったみたいな、そういうのを答えるのが、バック課題かな。なんかいろんな情報が入ってくるんだけど、その情報の中で処理した順番を覚えていくみたいな感じですね。これってやっぱりワーキングメモリーが、機能してないとできないことで、ワーキングメモリーを使う作業に、負荷のある作業にすることで、ワーキングメモリーも鍛えられていくって感じですね。ワーキングメモリーが鍛えられることで、情報処理能力も上がって、間接的になんですけど、集中力も上がるって感じですね。はい、本日のまとめですね。集中力を上げる仕組みについて、お話しさせていただきました。集中力ってのは、一つの対象にですね、注意を向け続けるための能力ですね。ざっくり言ったら。で、あと、不要な情報とか、他の刺激とか情報も排除して、その一つのことにだけ集中するっていうのも集中力ですね。集中するというか、注意を向けるのも集中力ですね。
で、その注意がぶれずにその一点だけを維持し続けるってのも集中力。何をする能力なのかって言ったらその2つですね。で、集中力、仕組みとして一番重要なのが前頭葉ですね。前頭葉は脳労働、集中力に限らず、頭を鍛えるってなったら、真っ先に出てくるのが、前頭葉ですね。で、その集中力っていうのは、一生変わらない固定的なものではなくて、トレーニングによって鍛えられることができて、代表的なのが2つあって、マインドフルネス瞑想と、あとはワーキングメモリーとか認知機能、認知トレーニングですね。の2つですね。マインドフルネス瞑想っていうのは、一つの対象に注意を向け続ける、集中力を維持するってことでもあるんですけどね。注意がぶれたらまた戻すっていうのが、マインドフルネスの主な内容なんで、まさに集中力を、注意のコントロールですね。が、鍛えられる。で、集中力も上がっていく。集中力を上げる最適な、脳トレですね。代表的な。もう世界中の名だたる経営者とか大企業がこぞってやってる。これは集中力を、とか注意力とか、それだけじゃないんですけどね。アイデアが浮かびやすくなったり、メンタルの安定にも良かったりね。いろんな役割があるんですけど、またこれは後日って感じですね。はい、さていかがだったでしょうか。このように、このチャンネルでは、能力を鍛える、情報ですね。脳科学の知識とか、あとは、メンタルを整える、心理学とかですね。あとは思考術、マインドセットってやつですね。考え方が変われば、行動も変わるし、態度も変わるし、パフォーマンスも変わるし、意識づけも変わっていくっていうかね。意識一つで集中力も変わったりするんで、そういうのも大事ですね。そういう情報を発信していくつもりでおります。よかったらまた次回もご覧ください。で、私普段ブログとか書いてて、その URL も貼っとくので、そちらも興味あったら見ていただければなと。あとは電子書籍道しるべですね。一言で言ったら、生きる目的、指針ですね。自分の価値観に気づくための、人生で重要なものは何かに、っていうことに気づくための本ですね。それの URL も貼っとくので、そちらも手に取っていただけたらと思います。価値観リストとかね、個人的に結構自分でも見直したりして、自分の価値観を見直したりするんですけどね。でも結構しっかり書けてると思うんだよな。自画自賛ですけど。結構割と自信作なんで、ぜひぜひご覧になってくれれば嬉しいですね。はい、ということで、長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら応援の意味も込めて、チャンネル登録、高評価、あとは欲張っちゃうけど、シェアとかコメントとかもしていただけたら非常にモチベーション、今後の活動の糧になります。ので、よろしくお願いします。こんな悩みがあるよとか、こんなテーマに話してくださいみたいなコメントあったら、それを題材にするかもしれませんね。っていうことで、はい。どしどしコメントもお待ちしております。はい、ということで、また、はい、次回の動画でお会いしましょう。くー先生でした。またね。